はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に最低でも約 6kW 時っていう大容量なのに最大 30kW 時まで増設できて、かつ定格出力が 6000W、 さらに単独で 200V の出力もできて音も静か、それから売電用の屋根に乗っているソーラーパネルを丸ごとつなぎ替えることができるほどの最大 5.6kW のソーラー入力、そんな性能を有した怪物みたいなポータブル電源、エコフロー社製デルタプロウルトラっていうのを使ってみて、いやこれもう家一軒丸ごと置き換えれるじゃんって思ってたんですけど、いろいろ調べてみるとですね、こいつ本当に家一軒丸ごと簡単に置き換えれるような仕組みが搭載されているっぽいので、なんでそんなことができるのかとか、どういう風に配線すればいいのかとか、いろいろやってみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。で、今回ほとんど普通に売っているもので置き換えることができるっぽいんですけど、どんな感じになるんですかね。はい、じゃあなぜ簡単にこいつ置き換えることができるのかと言いますと、秘密はこの2つ。このいっぱい並んでいるコンセントの一番右側のこの丸っこいやつですね。こいつが実は単層3線式って言って、電柱から一般家庭に入ってきている電気と同じ方式なんですね。そしてもう一つのポイントが、この側面の真ん中についているこのポート。このポートも実は単層3線式の入力に対応してます。というわけでこいつ単層3線式の 100V200V の入出力に対応しているので、間に挟んであげるだけで簡単に電力を置き換えることできるんですね。この入出力ポートがついている機種を今まで見たことないですね。はい、じゃあどういう原理で動くのか配線図見ていきたいと思います。はい、では一般家庭のそもそもの配線図どうなってるのかと言いますと、はい、家の中に来ている電線ですね。電線から通常の分電盤につながっていて、そこにあるコブレーカーですね。ここから各部屋に配線が飛んでいって 100V のコンセントが使えるようになってます。ではこれにですね、デルタプロウルトラを介入させるとどうなるかと言いますと、はい、こんな感じになります。で、何が増えてるのかと言いますと、はい、ここにですね、線を分岐するためのブレーカーを2つつけてですね、ここ単純に線を分岐させるだけなんですけども、一方をデルタプロに入るようにしてます。で、ここにですね、もう一つ新たに追加されているものがあるんですけども、これが自動切り替え装置とデルタプロウルトラにコントロールさせたい機器をつなぐためのブレーカーですね。で、デルタプロウルトラにコントロールさせたくないものはそのまま元の分電盤につないでおけばいいんですけども、こいつにコントロールさせたいものはですね、ここから引っこ抜いて新たにこっちのブレーカーに差し込めば、はい、通常通り使えるようになります。で、もちろんですね、これ単層3線式で入ってきてますので 200V の機器もそのまま通常通り使うことができます。で、実はこの自動切り替えスイッチっていうのがいい仕事をしていて、上側の回路に優先して電気を流すようになってます。で、どういうことかと言いますと、これ下からも上からも両方電力来ることできるんですけど、同時に電力が来た場合は上側の接続を優先するような構造になってます。というわけで今回は上側に接続されているデルタプロウルトラの出力に優先権を与えたいと思いますので、このような接続にしておきます。では実際に電気がどのように流れるのかと言いますと、はい、こんな感じでですね、まず普通通り電気が入ってきたものがブレーカーを通って、はい、デルタプロウルトラ本体に入ってくるんですけども、もちろんこいつをそのまま充電することもできますし、出力をオンにしておけばそのままパススルーでですね、電気が出ていって、はい、でこのブレーカーは上側が優先ですので自動的に上側が流れて、デルタプロウルトラから出た電力がそのまま来て、はい、各コンセントで使えるようになってます。
実はですね、ここからも電気は来てるんですけども、はい、同時に来た時は上側を優先するっていうような自動切り替えスイッチですので、この場合はですね、デルタプロウルトラの電力が優先されて各部屋のコンセントに流れるというような形になります。ではデルタプロ本体故障したとかですね、オフにした場合はどうなるかと言いますと、はい、ここにですね電力が来ていませんので、自動的に切り替えスイッチが切り替わって下接続になります。そうなるとですね、電線から入ってきた電力がそのままこっちに流れて、はい、いつも通り 100V コンセントが使えるような形になります。でもちろんですね、はい、デルタプロウルトラをですね取り外してどっかに持ってって使うとか、そもそもオフにしたいっていう時はこのブレーカーですねガチャンとオフにしておけば、こっち側には電力が流れないような形になります。はい、では通常こんな風に電力がパススルーで流れている時に停電が発生したらどうなるのかと言いますと、はい、こちら側のですね電気が一斉に全部切れて、デルタプロウルトラの内部電力に切り替わって、はい、それがそのまま出力されてですね通常通り使い続けることができるといった形になります。でもちろん電力が復帰したらですね、はい、元と同じように電力が入ってきて、充電もしながらパススルーで出すっていうようなこともできるようになります。では一般家庭でもソーラー売電設備がある場合っていうのはどうなるかと言いますと、はい、ソーラー売電設備ってこんな感じになっていて、ソーラーパネルで発電した電力をパワコンで AC100V に変換して、それから分電盤に電力を流してそのまま使うといった形になっているんですけども、はい、実はですねこれがついてるからといって別に特別なことはしなくてよくて、先ほどと全く同じ構成でそのまま使うことできます。で電力がどういう風に流れるのかと言いますと、ソーラーパネルで発電した電力が 100V に変換されて分電盤に入ってきますので、ここまで来てしまえばですねこれまでと同じように普通にデルタプロの方に流れてパススルーで電力を使えるような形になります。ではソーラーで発電した電力が余った場合どうなるのっていうところなんですけども、普通に使っている電力も少なくてデルタプロも満タンになっちゃって余ったよっていう時どうなるのかと言いますと、これはですねこれまでと同じように余った分は電力会社へ売電という形になります。というわけで余った分は貯めておけるけども、それ以外の部分はこれまでと全く同じように使うことができるんですね。ではソーラーパネルをつなぎ替えて使う場合、またはソーラーパネル持ってなくて新しく設置した場合はどうなるのかと言いますと、はい、こんな風にデルタプロウルトラに直接ソーラーパネルを接続します。で前回の動画で家の売電用のソーラーパネルをそのままつないでも全然いけるっていうことを実証しましたので、はい、こんな感じで直接つなぐことができます。でこの場合電力の流れどうなるのかと言いますと、はい、これかなりシンプルですね。ソーラーパネルで作った電力を本体を介してそのままコンセントで使うことができると。でもちろんですね余った部分はここに蓄電されていきます。で夜になってソーラー発電が終了しますと、はい、これはですね内部に貯められた電力をそのまま使うという形になります。で内部に貯められた電力がなくなっちゃったよっていう場合はですね、はい、ここの出力が止まるとここの切り替えスイッチがガチャンと切り替わって通常の電線からの電力に切り替わるっていう形になってます。で深夜電力が安いとかデルタプロにも充電したいっていう時はですねこっちの充電をオンにしますと、はい、こっち側でですね使いながらこっち側を充電するということもできます。ただですねデルタプロウルトラにするかオフになっていると停電時の自動切り替えができませんので、通常使う場合はですね一番最初にやっていた時と同じようにこいつも充電しながらパススルーで電力も出すという形にしておけば、停電が起こった場合にも自動的に切り替わって内部から電力が供給される形になります。いやしかし切り替え方によってかなりいろんな使い方できますね。でこの配線方法あくまで一例でもっと上流に介入させるっていうこともできますので、これ配線方法によってもかなりいろんな使い方が想定されますね。はい、では早速実際に配線していってみましょう。でこれ何かと言いますと、もともと家についている分電盤ですね。
でこれ私がいろいろ実証用に作っているやつですけども、メインのブレーカーをオンにしますと、今右の2系統だけ配線してるんですけども、一般的な家の電球のスイッチのオンオフと通常の壁コンセントに電気が来るような仕掛けになってます。分電盤の付け方とかは別の動画で紹介してますので、もし興味があったら見てみてください。では一旦この分電盤は放置しておいて、使うのはこれ日東工業のプラボックスです。で今回はちょっと余裕見て P1843A っていうサイズを選んでます。で今回配線を分岐してブレーカーを2つつけますので、この中で作業したいと思います。じゃあまずは作業しやすいように真ん中の板を取り外しておきます。で使うブレーカーがこれ日東電工のサーキットブレーカー NE53C3P30A ってやつですね。使ってる部品の詳しい情報なんかは動画の下の概要欄に詳しいこと書いておきますので、気になる方いらっしゃったらそちらからクリックしてみてください。はい、中身だとこんな感じで、変哲ない普通のブレーカーですね。ここの上下のカバーを外すと配線をネジ止めしたり本体をネジ止めするための穴が開いてます。ではどこら辺に置くのがいいのかざっくり配置してみます。こんな感じかな。で配線を分岐するのに使うのはこれ東洋技研製の PTXK100 の 3P っていうやつですね。中身出すとこんな感じになっていて、上の太いネジの方が1次側から入ってくる電力、下の小さいネジの方が2次側に分岐するための端子になってます。で電力の分岐なんですけども、配線をかしめてですね2つに分岐させてもいいですし、2つの配線を共締めするっていう手もあるんですけども、今回は分かりやすいようにこういう別の機器を使います。ちなみにブレーカーに装着するタイプのこういう機器もありまして、これ日東電工製の HPJ60 ってやつなんですけども、こういうのを使ってブレーカーにダイレクトに接続すると配線数や設置スペースを節約することもできるんですけども、今回は配線が見た目でパッと分かりやすくなるようにあえて分岐専用の端子台を使っておきたいと思います。ではそれぞれの機器をネジで留めていきます。はい、これで固定が完了しましたね。次は機器同士を配線していきます。で使うのはこれ 5.5 スケアの CV ケーブルです。ちなみに使うケーブルの太さと使用する圧着端子の大きさの組み合わせはこんな感じになってますね。こんな風に事前に図を書いておくと何の部品がどれだけ必要かっていうのが分かりやすくていいですね。でまずは配線を適当な長さに切って被覆を剥くんですけども、使うのはこれマーベルのケーブルストリッパー。ここに各大きさに対応したメモリが書いてますので、これで挟んでグリグリっと回して引っ張ると、こんな感じで綺麗に簡単に被覆を剥くことができます。では反対側も剥きまして、日符の圧着端子をつけていきます。はい、これで配線完成しましたね。あとはこれをネジで留めるだけです。はい、これで線がつながりましたね。では残りも同じようにつなげていきたいと思います。
はい、これで全ての配線接続完了しましたね。というわけで左の1つから入ってきた配線が2つに分岐して、それぞれがブレーカーに行ってるような配線になってますね。では先ほど作ったブレーカーを収めるブレーカーボックスを壁に取り付けていきます。これはもう普通にネジ止めするだけですね。では本体の取り付け完了したら、先ほど作った中身を固定していきます。はい、これでブレーカーボックスの取り付け完了です。はい、じゃあ次はですね、商用電源から来ている単層3線式の電力をそのまま取り出す端子を接続していきます。で使うのはこれ、アメリカン電機のニーマ規格に対応した L1530 っていうやつですね。じゃあこれをですね、壁の適当なところに取り付けていきたいと思います。で配線に使うのはこれ、 5.5 スケアの VCT ビニルキャブタイヤケーブルです。で本来はこういう固定系のところには CV ケーブル使いたいんですけど、そう電気業界にいる人は気づいてるかもですけども、今 CV ケーブル全然手に入らないんですね。というわけで今回は代替として VCT ケーブル使います。で VCT ケーブル柔らかいので、一般的には頻繁に動かすようなケーブルの部分に使ったりしますね。で被覆を剥くのに使うのはこの先ほどから使ってるケーブルストリッパーなんですけども、実はこの後ろ側の方がメインで使います。でどうやって使うのかと言いますと、後ろパカッと開いて電線を挟んでこうやってくるくるっと回します。そしてそのまま横にグイッと引っ張ると、はい、中に搭載されている刃でこんな風に切れ目ができます。である程度切れ目ができたらですね、この線柔らかいんでペンチで掴んで思いっきり引っ張ってあげると、はいはい、こんな風に綺麗に引っこ抜くことができます。でもちろん教科書通り電光ナイフでくるっと一周切り目をつけてちょっとずつ剥いていくっていう手もあるんですけども、 VCT ケーブルって中のコードまで結構柔らかいんでですね、ちょっとでもミスると中の被覆まで一緒に切っちゃってすぐ使えなくなっちゃうんですね。というわけで私は慎重に切る自信がなかったので道具に頼らせてもらいます。あとは先ほどと同じように中の被覆を剥いて圧着端子をつけていくだけですね。ちなみにこいつ切りカスが中に溜まるようになってるので、周りにゴミが散らなくていいですね。では配線が完成したらブレーカーに接続していきます。はい、これでブレーカーへの接続完了しましたかね。次は配線の逆サイドをこの壁付けのコネクターに接続していきます。中開けるとこんな感じになっていて、圧着端子でも裸の線でも両方取り付けできるような構造になってます。それでは取り付けていきましょう。
はい、配線を取り付けるとこんな感じですね。では本体を壁に取り付けていきます。はい、取り付けるとこんな感じですね。で、本来配線は壁の裏を通すんですけども、今回は見やすくするためにわざと表側を通しています。というわけで、ここから単層3線式 100V200V が今出力されてるって感じになってますね。じゃあ次は新しい増設する分電盤を取り付けていきたいと思います。で、取り付けるのはこれ、立東工業の分電盤 HCD3E53 の 63DM っていうやつですね。で、中開けるとこんな感じで、私がもともと使ってるパナソニックのやつとほとんど変わらないような風貌ですね。で、さらに中を見てみるとこんな感じになっていて、一番のポイントはこの左側のでっかいブレーカーが2系統の入力から自動切り替えで使えるようになっているっていうのがミソですね。では本体を壁に固定します。はい、これで取り付け完了ですかね。では次は配線を接続していくんですけども、この真ん中のブレーカーから下の自動切り替えスイッチのこの B って書いてあるとこですね。ここに配線を接続します。はい、先ほどの配線図でいうとこの右の四角の中の下側の部分ですね。では先ほどと同じように 5.5 スケアの VCT ケーブルを使って接続します。はい、圧着端子を取り付けるとこんな感じ。では取り付けていきます。はい、これで取り付け完了ですかね。はい、真ん中のブレーカーから線が伸びてきて、はい、下側の自動切り替えスイッチの B の方に接続されてますね。ちなみに緑のアース線は後でまとめて接続したいと思います。じゃあ次は単層3線 100V200V の入力端子を設置していきたいと思います。で、使うのはこれ、先ほども登場したアメリカン電機のフランジインレット 4325N の L15 っていうやつですね。ではこいつに配線接続していきます。はい、これで配線が接続されましたね。
でもう片方の配線はこの切り替えスイッチの有線側 A の方に接続していきます。はい、これで配線完了ですね。この切り替えスイッチの A 側に上のコネクターから単層3線 100V200V が入ってくるっていうような形になってますね。では次は一時側の入力を既存の分電盤から分岐端子台に接続したいと思います。でどこから電力引っ張ってくるのかと言いますと、はい、既存の分電盤の一番右端に送り用の端子がついてます。でこれを利用してこの送り用の端子から新しく増設した分岐端子台の一時側に電気を流すように配線していきたいと思います。で使うのはこれ8助の VCT ケーブルで、この一時側は最大で 60A 流れる可能性がありますので、先ほどよりも太いやつを使います。で圧着端子をつけるとこんな感じでは配線を接続していきます。はい、これで既存の分電盤と分岐用の端子台が接続されましたね。でこれも分かりやすいように表側から配線してますけども、本来は壁の裏側で見えないように配線するやつです。はい、では次はコブレーカーに刺さっている各部屋の電灯やコンセントに行っている線のつなぎ替えやっていきたいと思います。で今電灯とコンセントの2系統に電気を流してるんですけども、この2系統から出ている線を新しい配電盤の方に接続し直します。で新しい分電盤まで距離がありますので、この VVF ケーブルで延長します。で配線の接続はこの簡単に付け外しができる輪を使っていきます。はい、これで延長の根元が接続完了しましたね。で延長の先は、はい、新しい分電盤のコブレーカーによいしょと差し込めば、はい、これで接続完了ですね。でどんな感じになってるかと言いますと、もともと出ていた線を延長ケーブルにつなぎ替えて、その延長ケーブルの先っちょを新しいコブレーカーの方に接続してるって感じですね。これでこっちのブレーカーに挿した機器はデルタプロウルトラでコントロールできるようになります。で他にもデルタプロウルトラのコントロール下に置きたいものがありましたら、同じ手順で配線を延長して新しい分電盤のコブレーカーに接続していきます。ちなみに 200V を使いたいときはこのコブレーカーを取り外して切り替える必要があります。日東工業のコブレーカー、パナソニックのやつとは操作方法がちょっと違っていて、ここのカバーをパカッと開けるとプラスの端子が出てきますので、こいつをドライバーでくるくるっと回して 200V 側に切り替えます。切り替えが終わったら蓋を閉めて、はい、上を見るとですね、ここに赤い表示が出ていると、これは 200V になったよっていう合図ですね。あとは取り外した時と逆の手順でコブレーカーを元に戻すと、
はい、これで 200V の出力ができましたね。はい、すべての配線終わるとこんな感じなんですけども、まず既存のブレーカーに単相3線式の 100V200V が入ってきて、そいつが直接この分岐の端子台に入ります。そして分岐された一方がブレーカーを通って外部出力のコネクターに出ていきます。でもう一つのブレーカーは、はい、新しいこの分電盤の自動切り替え装置の B 側に接続。そして B 側がオンになっている時は、この新しい小ブレーカーからビヨーンと配線が伸びていって、もともと配線している各部屋への配線につながって電灯やコンセントに電気が送られるっていうような仕組みになってますね。なかなかパッと見じゃ分かりにくいんですけども、この左上の配線図と同じような配線の接続に今なってるって感じですね。では早速デルタプロウルトラと接続してみたいと思います。じゃあまずメインの分電盤にちゃんと電気が来ているのか確認してみますかね。左側と真ん中の端子を触ると、はい、105V ということで今 100V が来てますね。そして真ん中と右側の端子を触りますと、はい、こちらも 105V ということで 100V 系がちゃんと来てますね。そして左と右の両端の端子を触りますと、はい、210V ということで 200V 系もきちんと出てますね。というわけで単相3線式の配線はこんな風に接続する場所で 100V、200V を使い分けるような形になってます。で、接続に使うのはこれ、オプション品のケーブルですね。片側をデルタプロウルトラの入力端子に接続して、逆サイドを壁に準備しました単相3線式の出力のところに接続します。はい、これでデルタプロウルトラに電気を送る方の接続が完了しましたね。じゃあ次はデルタプロウルトラから家の電気系統に電力を送るケーブルを接続します。では本体右端の単相3線式のところに接続して、逆サイドを分電盤側の入力端子に接続します。はい、これでデルタプロの入力端子と出力端子両方が接続されて電気系統への勧誘が完成しましたね。ではブレーカーの電源をオンにして実際に電気流していきたいと思います。で、今電気が流れ始めたので、はい、ここを通ってですね、横の分岐に行って、この右側のブレーカーを上げるとデルタプロウルトラに電力が入るんですけども、はい、画面左側インプットのところに、はい、電力が入ってきてますね。で、今実験のために入力電力は 500W までっていう風に制限をかけています。で、今はデルタプロウルトラから出力を出していないので純粋に充電されてるだけって感じになってますね。では左側のブレーカーも上げて全部の電力が流れるようにして、新しいブレーカーの方も全部オンにします。で、今デルタプロウルトラの出力をオンにしてますので、デルタプロウルトラからの電力供給が優先される A 側に切り替わってますね。で、約 350W で充電されながら 350W が出力されてるっていうような状態なんですけど、ここで出力をオフにしますと、はい、バチンっていう音聞こえましたけども、はい、アウトプットが 0W になっていて、切り替えスイッチの方を見てみると、はい、B に切り替わってますね。ということで今はデルタプロウルトラからじゃなくて普通に商用電源から電力が供給されて、ここら辺が光ってるような形になってますね。というわけでデルタプロウルトラの中の電力がなくなったり電源をオフにしたりすると自動的に商用電源に切り替わることを確認できました。ではまたデルタプロの出力をオンにしますと、はい、バチンっていう音がして出力の電力が出るようになって、はい、A 側に切り替わりましたね。
ということでデルタプロウルトラから電力が出ている時はこっちを優先して使って、それ以外の時は商用電力を使うっていうような接続方法になってますね。では停電した時どうなるのか見てみたいと思います。今デルタプロウルトラ入力も出力も同じパススルー状態なんですけども、この状態で停電が発生した状況を想定してこの壁側のメインのブレーカーを落としてみますと、一瞬電灯がちらってしましたけども電力の供給は途絶えてないですね。で切り替えスイッチを見ると A ってなってますので、今デルタプロウルトラから家の分電盤に電力が供給されている形になってます。では停電が復旧して電気が復活するとどうなるかと言いますと、また一瞬電気がチカッとした気もしますけども、通常通り電気は使えてますね。で画面を見てみますと、入力と出力が今同じっていう風になってるので元の状態のパススルー状態に戻ってますね。というわけで今は商用電源がデルタプロウルトラに入っていって、それがですねそのままデルタプロウルトラから出力されて新しい分電盤に戻っていって、そこから各部屋の電気に分配されているというような形になってますね。というわけでこういう接続をしておけば急に停電が起こったとしても家丸ごとこいつで切り替えて何事もなかったように過ごすことできます。でこいつスマホのアプリで遠隔操作できるようになってますので、もちろんこの家の電気系統丸ごと切り替えも遠隔操作でできます。で今デルタプロウルトラの出力をオフにしたのでガチャンと音がして切り替わって、切り替えスイッチの方も B っていう風になってますね。この状態はデルタプロウルトラを介さずに直接商用電力が各部屋に供給されている状態です。では今度はデルタプロウルトラの出力をオンにしてみますと、後ろの方で音がして切り替えスイッチが A の方に切り替わってますね。というわけでスマホのアプリで好きな時に電力系統を切り替えることができるっていうこと分かりました。じゃあこれができると何がすごいのかと言いますと、こいつアプリでですね出力する時間帯や入力する時間帯っていうのを個別に設定することができます。なので昼間はソーラー充電に電力を回して、充電が終わる夜になると昼間貯めた電力を優先的に家中で使うっていうような使い方ができるようになるんですね。というわけで災害時の自動切り替えももちろん便利なんですけども、卒フィットとかで昼間電力が余っちゃうよっていう場合にもかなり有効に使うことできます。というわけでいろいろ見てきたんですけども、いや普通に家の電力丸ごと置き換えることできましたね。で実はこれの前の機種のデルタプロでもスマートフォンパネルっていうのを使うと同じようなことはできてたんですけども、そちらは単相3線式の 100V200V の電力を直接切り替えるわけではなくて、各系統ごとの 100V を置き換えるっていうような仕組みでしたので、200V を使おうとするとちょっと細工が必要だったんですね。ただその分各系統を個別に細かく制御できるっていう利点はありました。でこいつの場合は単相3線式の入力も出力もできますので、そういった特殊なパネルを使うことなく、今回使った市販品のブレーカーや分電盤を使うことで比較的簡単に家の電力を丸ごと置き換えることができるようになります。そして売電用のソーラーパネルを丸ごと置き換えるだけの入力もありますので、本気でオフグリッド考えてる人にとってはこれかなり有効な選択肢になってくるかと思います。ちなみにこの接続ですけどもメーカーの推奨接続方法ですのでもちろん合法です。でこの接続方法あくまで一例で、もっと根元の方から丸ごと切り替えるとかシンプルにする方法もあるかと思います。で最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、
ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。